全消しこれやったらもうだからどっかねそう全部消えて神がかったような奇跡が起こるような状況であり、そしてそれがニューゲームである、それが新たな地平線であるみたいな、誰かの印象には残りたいですよね。ピックアップアーティスト in 京都、今回ご紹介させていただくアーティストは竹内義弘さんです。どうもよろしくお願いします。じゃあご紹介お願いします。はい、紹介いたします。竹内義弘さんです。代表作である連鎖シリーズはパズルゲームの全消しから発想を得て制作されています。絵画における物体のある平面性とその上に描かれた記号イメージを往復させ、全消しされた形は見ている人の脳内で空っぽな地平を生み出し、私たちに新しい世界への問いを提示します。それはあたかも世界は存在しないかのごとく、目の前に広がるあることの奇跡について私たちに投げかけています。どれもニューゲームってついてるじゃないですか。そうですね。でも全消しってことはすごい奇跡的なこうゲーム展開だったわけですよね。一応全部消えるように配置してるんですよ。消えるように配置してって全消しってどういうことすれば全消しになるんでしたっけ？ぷよぷよっていうゲームがあって、ぷよぷよか、はい、4つの色が縦横で揃うと消えて、でその上にあるブロックがこう落ちてきて、でまたそこで揃うとまた消えてっていうのがこう、画面全体でこう連鎖的に起こって、でこの形が全部なくなったら全消しっていう。全消し、そうです。ってことはこれもそうですね。黒いとこがここら辺、この4つから多分消えてる。あ、順番がもうあるんですね。ここがまず消えると、ここが落ちてきて、赤になる。ここが消えて、ここがこう、ここが本当に消える設定に。ちなみにどうやって作ってるんですか？これはステンシルの技法で、ステンシルの技法ってどんなんですか？紙を切り抜いて、スプレーをピシッとかけて、この型の柄が出てくる。それの厚紙で、この厚さのでってこと。そうで、そこにもうバーッと塗って抜いてっていう。なるほど。ディテールみたいなものがこうクリアだったらニューゲーム感も出てるけど、結構あえて粗めにこうなんか作ってる感じがあるじゃないですか。でそこでニューゲームって乗ってくるから、だからニューゲームには見えないんですよ。ゲームオーバーした後の、要はコンティニューするかみたいな意味でのニューゲームみたいな、なんかニュアンスとして僕は受け取ったりするんですけど、なんかあるこうなんかこうラフな感じの中でニューゲームっていうその言葉を置こうと思った理由っていうか、これゲームオーバーだったんですよ。なるほど。前ゲームオーバーの方が僕もいいなと思って、けど気持ちとしては、このゲームオーバーで絵を見て、でもう一回こうなんていうんですかね、生活に戻るみたいな、そういうなんか一つの装置みたいなことも考えたんで、ゲームオーバーで生活に戻る。だからゲームをしてる時間とそれが終わって現実世界に戻ってくるっていう、そのなんかで結構ポジティブな感じだったんですけど、なんかゲームオーバーって印象が悪いみたいで、だから僕のそのなんていうかねとはちょっと違ったみたいなんで、それでニューゲームにした。そうですね。だからちょっとそこにくるくるくるってこうちょっと巡ったんですね。でもなんかだから面白いですよね。その全消しこれやったらもうだからどっかね、そう全部消えて神がかったような奇跡が起こるような状況であり、そしてそれがニューゲームである、それが新たな地平線であるみたいな。いい言葉いただきましたね。いやでもだからさっきの紹介文がなんかすげえ高尚な感じになってて、さっきのね紹介文はちなみにこのアーティストフェアに推薦された大場さんが書かれた推薦文だったんですよね。大場さんはねそういう風に解釈してらっしゃるっていうことなんだと思うけど、それは本人としては竹内さん的にはどうなんですか？この作品に対する自分の解釈みたいな感じ。本当に動機の初めは行ったり来たりだったんですけど、行ったり来たり、絵の世界、こっちの世界っていう
なんかそういうイメージから始めたっていうのはやっぱりあって、でそれがなんかやっぱ、まあ、続けてるんで、まあ、どっか気に入ってるんだろうなと個人的に思ってるんだろうなって思うんですよね。自分自身に対してそういう客観性を持って見てるって感じなんですか？あんまり物事って続かないじゃないですか。続いてるってことは結構気に入ってるってことなんで、結構こう自分でこう、まあ、こう作品作ってる時とかそういうところに埋没してる瞬間とそれを自分で見てるその客観性みたいなのが結構自分の中で常にある感じなんですか？もうほぼアイディア出した後は作業なんで、作業してる時はやっぱりこう立ち返りますよね。スパンと。そうですよね。それの繰り返しみたいな。でも面白いですよね。そのゲームをするっていうことで現実に戻るっていうことがそのこっちとこっちを行ったり来たりするっていうこのゲームの世界って何なんですか？じゃあ逆に言うとフィクションというかゲームの世界をこのキャンパスに落とし込んでるわけじゃないですか。だからその絵っていうものの考え方もなんか竹内さんの中であるのかなみたいな。そうですね。絵はやっぱり一種ゲーム性を帯びてるじゃないですか。ゲーム性を帯びてる。絵画というものは何たるかみたいなそういうことを思考していくことそのものがマインドゲーム的だっていう意味だった今。まあそう。はい。そうですよね。今発見した部分もある。お二人どうなんですか？逆に。ね。どんな感じで見てらっしゃるんですか？普段の生活を生きてて何かしらこれを美しいと思うとかここに何か引っかかるって思ったことを自分の言葉にできない何かしらの別の形で表現にしていく。でそれを見た人がそのまた違う見方をそういう表現を見ることによってもう一個多角的になるとか膨らみを持つとかそういうものとしてこういうのがあるのかなと僕は思っている感じなんですけど。でも僕も思い出しました。そういえば思い出した。そういえば、なんか誰かの印象には残りたいですよね。でなんかあれ良かったよねみたいなのを思い出してもらうのってすごくいいことですよね。それはぜひさっきの質問の答えとさせていただきますということでいかがですか？大丈夫ですかね？まあそんな簡単に言葉で言ったらこんな絵描いてねえわって話ですよね。言語化できないものがここにぎっしり表現されているわけですから。今日はいろいろお話聞かせていただいてありがとうございました。ありがとうございました。竹内さんでした。ミーテオアートのオンラインショップでもニューゲームを販売させていただくことになると思いますので、皆さん楽しみにしていただければと思います。はい、それではありがとうございました。失礼します。